今回は食べログとんかつ部門全国にもう多分100回以上通ってるこちらとんかつまんじゅさんでみんなで晩ご飯食べます。もう通い出して15年くらいになるかも。 JR 八尾駅から徒歩5分くらい、車の片場駐車場がお店の前の道を入ったところにあります。まんじゅさんは予約不可のためこの日は朝8時半にウェイティングシートの記入をしに来ました。先頭から3組目に名前をかけましたが、19時にならないと全員揃わないので、揃った時点でお店に声をかけます。1年ぶりに来たので楽しみです。15年前を思うとメニューはかなり増えたと思います。ここ10年くらいのお気に入りは南州黒豚の L サイズの定食付き、甘みのある脂身と脂が最高にうまい豚肉です。他にも東京 X や氷室豚、スーパーゴールデンポークや味豚、走る豚は初めて見たかも。他にブランド豚ではない通常のウエロースやロースももちろんあります。ヘレカツとの盛り合わせやエビフライや他の揚げ物との組み合わせも可能で、初来店のお連れ様2名は迷いまくってました。この黒板定期的に書き換えられてるけどいつ見ても可愛い。サラダ用のドレッシングとオリーブオイル、そしてお塩。前はドレッシングだけだったのに進化してます。今回はお塩とオリーブオイルでいただきます。たっぷりかけちゃおう。とんかつが配膳されました。今編集しながら見てるだけでよだれ出るくらい美味しそう。次の再訪問はすぐ行くことになりそうです。ソースやオリーブオイルも提供されますが、ほぼ使ったことがなくていつも塩だけでいただきます。ちなみにトリュフが配合されたお塩で風味がとても良いです。このとんかつで 270g あります。かなり大きめだけど L サイズを選ぶ理由は厚切りになるので火の通り方が最高なんです。普通サイズだともう少ししっかり火が通ってしまってレア感がなくなります。あと僕は普通サイズでは食べ足りません。お肉も柔らかく軽く噛むだけで噛み切れちゃいます。ちなみにお塩は白トリュフソルトか黒炭ソルトを選べます。美味しいお肉は塩だけが一番うまい。油がしっかり強いのでお塩も多めにつけるとちょうどいいです。後ほどやってますが、お塩が足りなくなったらサラダ用のものを併用可能です。ちなみにこの日は3人で来店しましたが、全員食べるのに夢中でほぼ無言。カニは無口になるって言うけどとんかつで無口は聞いたことないよ。ちなみにご飯とキャベツはおかわり無料、お味噌汁はおかわり有料になります。このお店のすごいところは肉だけでなく米やお漬物まで細部にこだわった素材を使っているところ。お米の原価がこんなに上がっても価格維持してくれてるのは嬉しい。さすがに僕が初めて来た15年前よりも価格は上がりましたが、お値段以上の価値は確実に見出せる食事体験になると思います。ちなみにまんじゅさん昼60名様夜40名様にて受付終了で、土日は瞬殺で受付終わることもあるので早い時間に来られることをお勧めします。
逆に平日は17時台に来店するとそのままスルッと入店してサクッと食べて帰れることも多いです。この日は木曜日だったので19時頃でも受付可能でしたが、平日でも18時台に来るのがおすすめかな。このじっくり余熱の低温で火を通したレア感がたまらなくうまいんです。普通サイズだとこのレア感が薄れるのでいつも L サイズ頼んじゃうんですよね。前はトリュフソルトがなくなるとスタッフさんにお塩くださいって言ってましが、今はお塩が置いてあるから好きなだけ塩のおかわりが可能です。これ地味に嬉しい。最近ブランドとんかつのお店がとても増え、ミシュラン掲載店も大阪に現れましたが、ウェイティングシート制だと食べたいと思った時に来られるので、予約困難店みたいに食べたい時に食べられないなんてこともなく、個人的にはこっちの方が好きかな。予約困難なお店って頑張って予約取ってもその日に食べたい気分とは限らない。今予約困難店で予約取り続けているのは前に紹介した稲佐寿司さんだけになりました。どう違うあと一席数万円のような高いコース料理とかにも興味がなくなり、安くてうまくて食べたい時にサクッと食べられて、その時気分にちゃんとフィットするお店が最近好きです。皆さんのおすすめのお店情報、大阪近郊であればぜひコメント欄で教えてください。食べに行きます。今回の動画はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価にコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。